待ってくれ、アキト。なんだよトウヤ、そんなに慌てて。少し話をさせてくれないか。話？なんだ。今のアキトはどう見てもオーバーワークだ。ラッドウィーケンドを超えるためにもっと力をつけたいという気持ちはわかる。だがこの調子では体を壊す。そうなっては元も子も。それくらいのリスクは分かってやってる。だが普通に努力してどうにかなんのなら俺だってそうしてる。だが今のままじゃ俺はラッドウィーケンドを超えられねえ。あれを超えるためには無茶だろうがなんだろうがやれるだけのことをやらなきゃなんねえだろ。やはりあの晩のことを気にしているのか。アキト、遠野さんはああ言っていたが、俺はアキトが実力不足だとは思っていない。納得していない顔だな。じゃあ仮に今のアキトの実力ではラッドウィーケンドを超えることができないとしよう。だとしてもそれはアキトだけじゃない。俺たち全員がそうだろ。遠野さんが言うような一流のプレイヤーにはまだ程遠い。だからこそ全員が今以上の力をつける必要がある。違うか。一人で無茶をするな。俺が壁にぶつかっている時にアキトは言ってくれただろう。俺にも少しは頼れと。俺も同じ気持ちだ。俺たちはチームだろ。トウヤと組んでこいつと相棒としてやっていくために必死で練習してきた。ようやく肩を並べられるようになって、アンや小羽と組んで歌うようになって、少しずつあの夜に近づけるようになったんじゃねえかって思ってた。だが君の仲間は荒削りではあるけれど光るものがある。このまま努力を重ねれば一流と呼ばれるようなプレイヤーになれるかもしれない。だけどその時彼らと同じステージに君が立っている姿を俺は想像できないんだよね。あいつが言うこともわかる。トウヤたちとラッドウィーケンドを超えるためには俺自身がこいつらの何倍も努力しなきゃならねえ。今はただトウヤと出会った頃みてえにがむしゃらにやるしか。あんちゃん、あそこにいるよ。もうすぐイベントの時間だ。悪いが話はまた今度な。アキト。本当にどうしちゃったんだろう、アキト。この間からずっと疲れた顔してるし、休んでって言っても聞いてもらえないし、心配だな。そうだ、あんちゃんのお父さんから話してもらったら。実はもう一回話してもらったんだよね。でもそれもダメだったんだ。アドバイスありがとうございますって答えたみたいだけど、結局あんな感じでさ。ケンさんから言ってもらってもそうなのか。一体どうしたら。せめてなんでああいう風になっちゃってるかだけでも分かれば少しはやりようがあるんだけどな。あ、それならあっちで相談してみるのはどうかな。よし、到着。それじゃあ早速話を。ってこの曲すっごくおしゃれな曲。はい、こんな感じだよ。すっごいカイトなのにかっこいい。ええ、カイトなのにはひどいな。こらこら、せっかくカイトらリンたちのためにサンプリングしたのに、そんな風に言っちゃダメでしょ。
今の曲はカイトさんが。あら、いらっしゃい。気がつかなくてごめんなさい。あ、いえ、全然大丈夫です。素敵な曲だったから私たちも聴き入っちゃいましたし。本当かい？いやー、そう言ってもらえると嬉しいな。そういえば、今日は3人なんだね。アキトは？それなんだが、少し相談に乗ってもらえないだろうか。アキトくん、しばらく来てないと思ったら、そんなことがあったのね。ストイックに頑張るのはいいことだけど、どうしてそこまで一人で頑張ろうとするんだろう。負けたのが悔しかったのかな。東雲くんはいつもみんなのことをよく見てるし、負けたからってあんなに無茶なことをするかっていうと。そうだな。もしかするとアキトは俺たちが考えている以上に深く考えて悩んでいるのかもしれない。一体何に悩んでるんだろうね。さっき話をした時は何か焦っているようにも見えたんですが。焦る？あ、どうしたの小羽？もしかしたらなんだけど、東雲くんが一人で頑張ってるのは青柳くんが。俺が？青柳くん、お父さんのことを乗り越えてからどんどん歌が上手くなってるでしょ。それを隣で見てるから自分も早く成長しなくちゃって焦っちゃってるのかも。どうしてそう思うの？私もちょっとわかるんだ。やっぱり隣に立つからにはちゃんと力になりたいから。そうだったのか。俺としては父さんのことを吹っ切ってようやく隣に立てたと思ったんだがな。気にしてるのはトウヤだけじゃないかもしれないけどね。みんな出会った頃よりずっと成長してるから。そうかな。ありがとうミク。仲間と共に進むためにももっと成長したいというアキトの気持ちはわかるが、もっと頼ってほしいと思うのはわがままなんだろうか。僕はそう思わないけどな。だってチームで頑張るってそういうものだろ。辛い時は励まし合って、調子のいい時はお互いに引き上げて、そうやって頼ったり頼られたりしながら少しずつ前に進んでいくんだ。もちろん頼ってばっかりじゃダメだっていうのも正しいけどね。でもチームとして夢を追うんなら今みたいな時はちゃんと頼らせてあげた方がいいんじゃないかな。ちゃんと頼らせるですか。頑張ったなトウヤ。そうですね。同じチームのメンバーとして相棒として俺はアキトを支えようと思います。そして一緒に成長していこうと思います。決まったね。相談に乗ってくれてありがとうカイトさん。それじゃあ行こう二人とも。さて戻ってきたことだし、サクッとアキトに連絡取ってと。おい、トウヤいるか？あんた前に会った。誰だっけ？見た光太郎だ。あんて今はそんな場合じゃないんだ。今日アキトと同じイベントに出る予定なんだけど、様子がちょっとおかしいんだよ。アキトがどうしたんだ？今日あいつが出る対戦イベントに飛び入りで東野新ってやつが出演することになったんだ。でそれを知った瞬間にアキトがすげえ顔になって、それになんつうかうまく言えねえけど、
昔のアキトみたいに見えたんだ。昔の？どういうことだ？お前たちがバッドドッグスを組んだ当初の。いや、やっぱそれは。何か知っているのなら教えてくれ。頼む。わかったよ。あの頃お前ら結構苦労してただろ。先輩ミュージシャンにこき下ろされたり、客にイチャモンつけられたり。ああ、あったな。バッドドッグスにもそんな時期があったんだ。ああ。だがその度に俺たちは練習を重ねて食らいついてきた。特にあの頃のアキトは本当にすごかった。練習中も常に覇気があって、この場所で歌い続けるために、いつかあの夜を越えるためにとひたすら努力するアキトに引っ張られるように、俺も必死で練習していたんだ。あー、なんか想像できるかも。東雲くんすごい努力家だもんね。だがそれがどうかしたのか？まあ当夜から見るとそんな感じなんだろうけどよ。あれは努力って言葉で終わらせていいレベルじゃなかったんだよ。当夜との練習時間以外もずっとやってたからな。喉が枯れても、それこそ朝も昼も夜もなくって感じでさ。理由は聞けなかったんだが、多分お前に追いつくために必死だったんじゃねえかな。俺に？なあ、クラシックやってたってだけあって、当時から音楽のセンスも実力もあったからな。知らねえだろうが、すげえやつが来たって騒がれてたんだぜ。その反面、アキトは一部のやつらに相棒の実力だけで生きがってるって陰で言われてたりな。何それ、ひどくない？ああ、力が足りなかったのは俺だ。そんなことはない。アキトは。そんなことあんだよ。それは俺が一番よく分かってる。アキト。見た。教えてくれてありがとう。アキトは今どこにいる？ブラウンってライブハウスだ。あそこか。東野、私たちも行こう、小羽。